歌やダンス、ラップまで何でも器用にこなすことから黄金マンネ、何でもできる末っ子とも呼ばれるジョングク。そのビジュアルやパフォーマンス力の高さは誰もが認めるものですが、彼の魅力はそれだけにとどまりません。ふとした仕草や表情がとっても可愛いとアーミーの間で人気なんです。今回はそんなジョングクの可愛い癖や仕草をご紹介します。ジョングクの癖。誰にでもついやってしまう癖ってありますよね。もちろん大人気アイドルのジョングクにも無意識にやってしまう癖があります。それではジョングクの癖とは何なのか早速見ていきましょう。ぜひ皆さんも一緒に当ててみてください。ペットボトルと飲むとき口を尖らす。ペットボトルの飲み、口を全部加えて飲む姿はまるで赤ちゃんのようですね。ペットボトルが哺乳瓶に見えてくるくらいの可愛らしさです。人に飲ませてもらうときも同じ飲み方のようです。デビュー当時から変わらず、とても可愛らしいですね。ペットボトルを飲む時のグクについて、なぜペットボトルをへこませるのか、なぜペットボトルがミルクボトルに見えてしまうのか、なぜこんなに赤ちゃんなのか。ヒョンの頭を嗅ぐ。唐突にヒョンの頭を嗅ぎ始めるジョングク。時折顔をしかめる表情も笑ってしまいます。頭を嗅がれたメンバーたちは特に驚いた様子もありません。ジョングクは普段からメンバーの匂いを嗅いでいるのかもしれないですね。でもなぜ頭の匂いを嗅ぎたがるのでしょうか。ある時イベントでファンからの質問に答えるコーナーがあり、ジョングクはなぜヒョンの頭の匂いを嗅ぐのかと追求されたことがありました。その理由について中毒性があると答えたそうです。使っている香水が何種類か映像に映っていたり、V ライブで柔軟剤はダウニーを使っていると話し、完売させたこともあるジョングク。アーミーの間でもジョングクは匂いフェチなのではと言われていますね。そんなジョングクが嗅ぎたくなってしまうヒョンたちの匂いもきっといい匂いなのでしょう。じっと見つめる。ジョングクがメンバーを見つめている様子はインタビューコンサート映像でもよく見られますよね。年が近いだけあって友達のように仲のいいマンネラインのジミンとテテに対してはじっと見つめる姿をよく見かけます。話している人の方を向いて話を聞いているのが印象的ですよね。特に自分の関心のあることだとじっと見つめることが多いように感じます。日本では相手の目を見て人の話を聞くのがマナーと教えられていますが、儒教精神が徹底している韓国では相手をじっと見つめる、特に年上に対して行為は無礼とされています。普段から礼儀正しいジョングクですが、そんなジョングクがじっと見つめるということはそれだけメンバー同士仲がいいのですね。サイン会でもジョングクはアーミーをじっと見つめています。こんな大きくてクリクリの優しい目に見つめられたらアーミーはたまりませんね。飽きると違うことをやり始める。ステージではかっこよく決めるジョングクですが、普段のジョングクは可愛らしさ満載です。自分の出番が終わったり興味がなくなると一人で他のことを始めます。1、グクに何か持たせる。2、グクが飽きる。新しい遊びを始める。赤ちゃんです。途中飽きて。スカーフふわふわさせてるグク癒し。持っているものを振り回したり、シャドーボクシングを始めたり、パントマイムをしてみたり。ジョングクが何かをするたびに赤ちゃんの効果音を入れ、グクはまだ子供だね。赤ちゃん食いしん坊なんて字幕をつけがちな制作陣。おそらくジョングクのことを限界オタクと全く同じ認識で見ていて好き。その突然何かを始めたりする可愛らしく自由な行動から、アーミーからは赤ちゃんや3歳児と言われています。またラン BTS でもたびたびジョングクに対して赤ちゃんという言葉が見られたり、
効果音が赤ちゃんの声だったりという場面が見られます。アーミーだけでなく誰が見ても赤ちゃんのように見えるジョングクなのでした。ステージではキレッキレでかっこいい姿とは対照的なぼやっとした可愛らしい姿には誰もがメロメロになってしまいますね。緊張すると頭を触る、考えるときに人差し指を当てる。ジョングクは緊張する場面でよく頭を触る仕草をしています。まずはオーディションを受けている時のジョングク。当時はまだ中学1年生であどけなさが残っていますね。準備してきた歌を披露し終え、審査員から他に準備したものはあるかと聞かれ頭を触っています。硬い表情からもとても緊張していた様子がうかがえます。残念ながらこのオーディションは落ちてしまいましたが、その様子を見に来ていた7社の芸能事務所からスカウトされました。その中からビッグヒット、現在はハイブに入所した話は有名ですね。次は2021年9月20日に行われたニューヨーク国連本部にて行われた国連総会でのスピーチ後、インタビューの様子でもジョングクが頭を触る仕草が見られます。オーディションの時とは違い緊張した硬い表情ではありませんが、韓国の文化特使として大統領と共に受けたインタビューは、やはり緊張したのかもしれませんね。こちらは考えている時に出る仕草です。クイズの時に多く見られます。今考え事をしていると一目見ただけでわかる仕草はとっても可愛らしいです。こんなポーズするの一休さんしかいないと思ってたのに。かわいい。また、その独特のポーズから一休さんみたいといった声もあるようです。緊張した時には髪を触ったり、困っている時には顔をしかめながら考えるポーズをしたりするジョングクは、思っていることが仕草や表情に出やすいのかもしれませんね。産毛を抜く。インタビュー中にもかかわらず気にせず産毛を抜いているジョングク。その姿を見て、隣に座っていたジンは、ジョングクの手を下ろして止めさせています。その様子は、子供の癖を止めるお母さんのようで微笑ましいです。どこにいても産毛抜き抜きなグクちゃん。V ライブや番組収録中など場面関係なく見られます。ジョングクがよくしてしまう代表的な癖なので、この癖は知っていたという方も多いのではないでしょうか。あくびをするときに鼻を押さえる。一般的にあくびをするときは口を押さえますが、ジョングクは鼻を押さえています。面白い癖ですよね。しかし、他の韓国アイドルでも同じように鼻を押さえる人がいるため、韓国では珍しくないのかもしれません。こちらは、先ほどの産毛を抜く癖とあくびをするとき鼻を押さえる癖、両方をしているジョングクです。シュガの隣で安心して癖が連発してしまったのかもしれませんね。おでこの前で念力。ジョングクが集中したい時にする集中ポーズに、おでこの前で念を入れてるような姿が見られます。何か念力を送っているのでしょうか。このポーズですっと気持ちを切り替えているのかもしれません。暇があると筋トレ。運動神経抜群でメンバー一筋肉ムキムキなことから、メンバーだけでなくアーミーからも筋肉ウサギや筋肉豚と呼ばれていることは有名ですよね。そんなジョングクの腹筋、実は8パックなんです。6パックはよく聞きますが、8パックの腹筋は稀で、正しい筋トレと日々の食事制限が必要なんだとか。彼のストイックさがうかがえます。ジョングクは暇があるとすぐに筋トレし始めます。セットを使って撮影の合間にも筋トレをしています。また、海外ツアーに筋トレ道具を持って行き過ぎてスタッフが大変だったという話を受けて、筋トレ道具の代わりにソファをダンベル代わりに持ち上げていたというエピソードもあります。笑うときに鼻にシワを寄せて笑う。写真撮影などの作った笑顔ではなく、
ヒョンたちとふざけていたり心から笑っている楽しい時にしかできない手話なので、この手話のある笑顔を見られる時は心から楽しんでいる時だと思います。ククってさ、笑う時もそうだけど、くしやってやって鼻にシワ作るやん。あれめっちゃ好きなんだけどわかる？グクちゃんの鼻にシワ寄せて笑う笑い方大好き。こっちまで幸せになる。くしやとシワを寄せて笑う顔はとても癒されますよね。手の甲で汗を拭く。汗をかくと手のひらで拭く人が多いと思いますが、ジョングクは手の甲で拭く癖があります。デビュー当初のトントンと拭く仕草には可愛らしさがありますが、最近のジョングクがこの仕草をすると色気があってセクシーですね。ククの汗の拭き方可愛いよね。手の甲でトントンって拭く感じが超可愛い。グクが親指の付け根とか手の甲とかで汗を拭う仕草、本当に好き。まとめ、いかがだったでしょうか。ジョングクの癖、皆さんは何個知っていましたか？癖を知っていることで、この時は緊張していたのかな？本当に楽しんでいるんだな、と考えたり、違う見方ができて楽しめますね。また、気にしてみることで、ジョングクの新たな癖を発見できるかもしれません。これからも、そんなジョングクから目を離せませんね。